こんにちは、ぴよぴっこです。今日はこちらのふっくらとした綿入りかぼちゃパンツの作り方をご紹介します。サイズは大と小の2種類、10センチから20センチくらいのぬいちゃんなら、だいたいどちらかが合うサイズ感になっています。型紙のダウンロードは概要欄のリンクをチェックしてみてね。必要な材料は、型紙より一回り大きい生地が2枚。これはセリアのカットクロスです。生地は薄手のものが作りやすいのでおすすめ。今回はわかりやすいように、表地、裏地を別の生地で作ります。実際に作るときは、表と裏、同じ生地で製作して OK です。着用時に裏地が少し見えるので、裏地も同じ生地だとナチュラルに仕上がりますよ。そして平ゴム。平ゴムは太さに種類があるのですが、小さな縫い服には細めの4コールがおすすめ。そしてミシンですね。今回はゴムシャーリングという手法を使うため、ミシンを使って製作します。まずは印刷した型紙を縫製ラインでカットします。裁断ラインから製作するのに慣れている方は、裁断ラインで作っても OK です。表地、裏地それぞれの生地を表面同士が内側になるように重ねます。その上に型紙を置きます。型紙のこの部分がパンツの前側になります。この時、周囲を1センチ以上開けておくようにしてください。型紙を書き写します。合い印がたくさんありますが、今は返し口の印だけで OK。待ち針で固定します。2箇所の返し口を残して縫います。縫えました。ラインの外側5ミリくらいの位置でカットします。縫い代の幅は多少誤差があっても問題ありません。角は切り落としておきます。この時、縫い糸を切らないように注意してください。カーブ部分には切れ込みを入れます。返し口から表にひっくり返します。どちらの返し口を使っても問題ありません。角をしっかり出しておきます。表に返せたらアイロンで生地を落ち着かせます。裏側を上にして型紙の印を書き写します。多少ずれていてもあまり気にしなくて OK です。続いて裾にゴムを縫い付けます。ゴムは伸ばさず、このように置いて目印をつけます。端はカットせず、そのままにしておきます。1番目の印に合わせます。端からだいたい5ミリから7ミリの位置に
ゴムの中心が来ると綺麗です。ここの幅が広いとフリルが大きくなります。お好みで調節してください。1番目の印の位置まで返し縫いをします。針を落としたまま縫い目の長さを少し大きめに設定します。今回は3ミリです。ゴムを伸ばして2番目の印に合わせます。カーブしているので多少の誤差は気にしなくても OK。この状態で印まで縫います。同様に次の印に向かって縫います。カーブが強いので角度を変えながら少しずつ進めます。かなりゴムを引っ張っているので後ろの生地を持って進み具合をサポートしてください。最後の印まで縫えたらゴムを引っ張るのをやめて返し縫いします。余ったゴムを切ります。シャーリングができてこのような感じになります。もう片方の足も同じように縫います。表が内側になるように重ねます。片方の脇を縫い合わせます。この時、返し口がない方の脇を縫うようにしましょう。縫い代は5ミリです。ウエストにゴムを縫い付けます。ゴムに印をつけます。裾と同様にウエストの部分にゴムを引っ張りながら縫い付けます。途中の印を合わせながら縫いましょう。脇の縫い代は開いておきます。ウエストも縫えました。綿を詰めます。両方の返し口からバランスよく入れます。たくさん詰めると履かせられなくなるので少量で OK。 不安なら縫いに履かせて量を調節してみてください。
綿が詰めれたら返し口を縫い閉じます。表から見えない部分なのでミシンで縫ってしまって OK。 脇を縫い合わせます。縫い代は5ミリです。表にひっくり返します。これで完成です。履かせてみますね。ふかふかの綿入りで赤ちゃん感が出てとってもキュート。ボタンやパーツ、リボンをつけてアレンジしても可愛いです。こちらはソフトボアで作ったものですが、やや厚手なのもあってフリル感がなくなっています。生地が分厚すぎるとゴムの伸縮が負けてしまうので、薄地から普通地の布を使うようにしてくださいね。サイズは大と小があります。縫いのサイズに合わせて作ってみてください。ちなみにピヨピッコの型紙ならこんな感じです。綿入りかぼちゃパンツの型紙は概要欄のリンクからダウンロードできます。ぜひ作ってみてね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。